ある日、原宿駅近くの橋で、足軽の格好で待ち合わせをしていたとします。そのうち、友達が2人やってきます。やはり足軽です。さらに、友達がやってきます。今度は10人です。さらに、追加で、友達がやってきます。どんどん増えていきます。原宿駅の前も埋め尽くします。結果、2000人まで増えます。その時、表参道からやってきた輩にイチャモンをつけられます。その数、1万人。表参道の南国主歌からラフォーレあたりまでびっしりと人が埋まります。ということが起きたのが第一次上田合戦です。今回はこんな感じの内容で進めていきます。まずは背景、経緯から見ていきましょう。というわけで、今回の主人公は真ん中にいる真田昌幸さんです。長野県にいます。それを取り囲むように、いろいろな有力大名がいます。当時、真田さんは武田家に仕えていました。ところが、すごくいろいろなことがあって、武田家は滅亡してしまいます。ということで、仕える先がなくなってしまいました。このままだと、四方八方から攻められて、真田家も滅んでしまいます。なので、織田家に守ってもらうことにします。ところが、その織田信長も、本能寺で撃たれてしまいます。なので、今度は、上杉家に仕えることにします。ただ、その後、いろいろあって、北条家にくら替えし、さらに、その後、徳川家にくら替えします。そんなある日、徳川家と北条家が和睦することになります。その和睦の条件の一つとして、真田家が持っている沼田城を北条家に引き渡すことが含まれていました。という趣旨で、徳川家から真田家に連絡が行きますが、真田さん、これを突っぱねます。当然、家康さん、激おこです。ということで、真田家に攻撃を仕掛けることにします。これが、第一次、上田合戦です。徳川の1万人に対して、真田は2000。絶望的な状況です。ということを踏まえ、次は、実際の合戦の様子を見ていきたいと思います。舞台となる、長野県、上田市ですが、現在は、こんな感じです。で、当時は、おそらく、こんな感じです。左上にあるのが、真田昌幸の居城、上田城です。というわけで、この上田城を、少し見ていきましょう。まずは、城下町の外から、上田城の二の丸あたりです。続いて、南側です。今は公園になっていますが、当時は川が流れていました。上田城の西と北にも同様に水が張られていましたが、現在は野球場や陸上競技場などになっています。ということで、ここ上田城で徳川1万人を迎え撃つことになります。では、その徳川軍がどこから来たのかというと、画面右下の方からやってきます。こんな感じです。で、1万人いるわけなので、こんな感じでずーっと列が続きます。まだまだ続きます。この画面に出ているだけで6000人なので、まだ皇族がいます。さて、眼前に見えるのが、神の川と書いて、神川です。ここで、第一次上田合戦の初戦が繰り広げられます。
ちょうど、大久保忠世の軍が、神川を渡ろうとしたとき、対岸の上流から、真田勢がやってくるのが見えました。およそ、500人の部隊です。戦うつもりなのか。大久保忠世は、これを、いぶかしげに見やります。この、500の部隊を率いるのは、真田昌幸の長男、真田信行です。そして、真田信行、槍を振りかざし、徳川軍への攻撃を開始します。500の部隊が散開し、歓声を上げて、徳川軍に突き進みます。誰が敵か、味方か、区別もつきかねるような混乱戦となります。この時、すでに、神川を渡りきっていた、鳥居元忠は、真田勢が、決死の突撃に出たことを知るや、よし、後ろへ詰めかけよ、と、命じます。ところが、その時、森影から鉄砲が撃ちかけられます。真田の別部隊が接近していたのです。当然、鳥居部隊に混乱が生じます。味方の馬と馬がぶつかり合い、中には、千曲川へ落ち込む馬もあります。その時でした。今まで、徳川軍へ猛烈に襲いかかっていた、真田信行が、反転し、退却にかかります。徳川軍も、すぐに、これを追いかけます。真田信行は、北側の斜面へと撤退していきます。ただ、この斜面、赤土の滑りやすい斜面です。真田の大半は、木々の間を縫って、スルスルと逃げていきますが、徳川軍は苦戦します。そして、徳川軍が、なだらかな段丘を登りきる頃には、真田信行は、すでに彼方へと敗走していたのでした。なお、この、神川の奇襲で、徳川軍が受けた損害は、500人ほど。一方の真田の損害は、あまりなかったそうです。さて、500人を失った徳川軍ですが、それでもまだ9500人もいます。なので、気を取り直して上田城へと向かいます。ということを踏まえ、次は上田城の戦いを見ていきます。神川を渡りきった徳川軍は部隊を二手に分けて上田城へと迫ります。北側から大久保忠世、南側から鳥居元忠が攻めます。そしてさしたる抵抗もなく三の丸まで攻め入ることに成功します。今だとセブンイレブンがあるあたりです。さて、真田側は鉄砲や矢を打ちかけ応戦します。ただ、あっけないほどに抵抗をやめ、三の丸内の横車に撤退します。ちなみに、この横車は、現在、上田高校です。また、正門は、江戸時代の武家屋敷の門が、そのまま残っています。というわけで、徳川軍、無抵抗のまま、三の丸の攻略に成功します。この先にある二の丸を突破すれば、残すは本丸のみ。三の丸を苦もなく突破したこともあり、徳川軍はまっしぐらに二の丸へ直進します。そして、廓に徳川軍が一斉に突入します。将官同士が連絡を付け合うこともできぬほど混雑します。ここから徳川軍が城攻めを開始しますが、真田側も鉄砲や弓を放ったり、石や丸太を落として応戦します。そうこうしているうちに、真田が街中に火を放ちます。風に煽られた黒煙と炎が、そのまま徳川軍へ襲いかかります。また、それを合図に、二の丸の城門が開きます。樋口角兵衛という、真田の猛将が先陣を切ります。真田昌幸の下知とともに、樋口角兵衛が徳川軍へと突入します。
混乱し、統制を失った徳川軍は立て直しを図ることができず、やむなく上田城からの撤退を開始します。徳川軍はもはや踏みとどまって真田を迎え撃つ気力を失っています。これ以上戦い続けては、なおも痛烈な襲撃を受けるような思いがして、全員が方法の体で逃げ続けます。そして、ついには、初戦が行われた、神川の近くまで退却します。鳥居元忠は、真田信繁に追いつかれ、死を覚悟します。さらに、大久保忠世は、反撃を繰り返しながら、神川へ退却していましたが、いざ、神川の岸辺に戻ってみると、対岸には、真田信行が待ち構え、さらに、神川の水かさが増しており、足止めを食らいます。真偽はともかく、真田が、上流の水をせき止め、それを放流したため、とか。こうして、真田家は、見事、徳川軍を追いやることに成功します。さて、最後に、第一次、上田合戦の、その後の流れを、ざくっと見ていきます。徳川軍を追い払ったまでは、良いのですが、再度、徳川軍から攻められては叶いません。そこで、再度、上杉家への参加に入るべくお願いをしに行きます。すると、なんだかんだで、これが受け入れられます。そして、その際に、次男である、真田信繁を人質として差し出します。その後、上杉家は、豊臣家に侵入することになります。この時、徳川を破った、真田の次男坊が、上杉家にいる、ということを聞きつけた、秀吉さん、真田信繁を、自分の手元に置くことにします。その後、徳川家も、豊臣家に服従したり、他にもなんだかんだとあって、豊臣家が、天下、統一を果たすことになります。その後、豊臣秀吉が、この世を去り、息子の秀頼が、後を継ぎ、石田三成とかいう人が、徳川家康と喧嘩を始め、関ヶ原の戦いへと繋がっていきます。なお、関ヶ原の戦いの、ちょっと前に、第二次、上田合戦というものが勃発していました。今度の戦いは、3500対35000。前回以上に、心が折れる、圧倒的に不利な状況です。以上、第一次、上田合戦について、ざくっと説明を行ってみましたが、いかがでしたでしょうか。次回は、第二次、上田合戦について、説明を行いますので、ご期待ください。